世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。あなたは今ゲーム内で崖っぷちに立たされており、このゲームには落下死という概念が存在します。そう、つまりあなたは一手間違えると死んでしまう状況に立たされているわけですね。こんな時あなたならどうしますか？今回は 3D アクションゲームにおける最大のピンチシチュエーション、崖っぷちや壁際といった状況に関して深く考察していきたいと思います。漫画やアニメなどフィクションの世界においては、ピンチこそ最大のチャンスだといったような何の根拠もない無責任な助言をのたまってくるクソおせっかいな師匠キャラがしばしば登場しますが、彼らの言ってることは現実世界においては真っ赤な嘘です。ピンチはピンチでしかありません。またゲームの世界においてもダメージを食らえば食らうほど必殺技ゲージが溜まっていき、お手軽簡単逆転必殺技みたいなものが出せるゲームもあったりしますが、あれも個人的にはクソな要素だと思います。むしろピンチはちゃんとピンチであってほしいんですよね。その状況をなんとかプレイヤーが頑張って50-50イーブンな状態まで戻すことができる。それだけで十分じゃないですか。先ほど出てきた師匠キャラたちの言葉、ピンチは最大のチャンスなんだ。これもね、ピンチこそ立ち回りが重要だよっていう風に変化させるとめちゃくちゃ納得できるようになります。ゲームを作る側として重要になってくるのは、ピンチから抜け出すための強すぎないアクションをいくつか用意してあげて、それをうまく利用できたプレイヤーが状況をイーブン、50-50に戻すことができるという状況をデザインしてあげることかなと個人的には思ってます。というわけで今回は崖っぷちや壁際を乗り越えるためのアクションですね、ご紹介していきたいなと思います。それでは早速いってみましょう。崖っぷち壁際シチュエーションを切り抜けるアクションその1、旋風。こちらは設技の一つですね。いわゆる必殺技、ゲージ技です。MP を少量消費して左方向から速度の速い回し蹴りを放ちます。作中でもナンバーワンの発生フレームを誇っているので、他のどのアクションと比べても割り込み性能が高いです。ただリーチが短いのがたまに傷ですね。密着状態で使わないと空振ってしまうこともしばしばあります。続いてその2、地煙。こちらも MP を消費する設技ですね。地面を叩きつけて攻撃判定と砂煙を発生させます。MP 消費は中量です。このアクションの特筆すべきところは、発生前に無敵フレームが少し付与されているところですね。まさに切り返し用のアクションとして作成されたものになっています。そしてその3、かげろう。こちらは今回からの新技になりますね。以前から右方向の弱設技が決まっていないっていうようなね、悩みを相談してたと思うんですが、ついに決まりました。このかげろうというアクションは、いわゆる避け攻撃、スウェーなんかと近いイメージですね。回避アクションと攻撃アクションが一体となったモーションになっています。こちらも地煙と同じように、回避アクションの部分に数フレーム間無敵が付与されています。地煙と違って攻撃判定が発生するまでに無敵の切れ目が結構長めに存在するので、うまく使わないと機能させることができません。以上の3つが現在想定している崖っぷち壁際を切り返すためのアクションになってるんですが、現状だとね、3つのアクションがどれも似通ったものになってしまっている印象を受けます。なのでこれらのアクションの特徴をですね、さらに強化していって使用感がだいぶ異なったアクションたちに仕上げていこうと思います。そうすることによってプレイヤーの選択にね、より大きな意味を持たせることができるかなと思います。ではまず最初に旋風からなんですが、このアクションはね、3つの中でも一番個性が際立っているかなと思います。ゲーム内で最速の攻撃技であり、リーチがめちゃくちゃ短いので密着状態で振らないといけない。切り返し技の中でも使うべきタイミングっていうのが結構明確になってますよね。なのでこいつを軸にして他2つのアクションを進化させていこうと思います。進化その1、地煙。こいつの方針としては、コストはめちゃくちゃ重いけど切り返し能力は最強という方針でいきたいと思います。消費 MP を今よりさらに重くして、発生前の無敵フレームに関しては現状維持。そして攻撃判定についてなんですが、現在なんと左腕にしか判定がついてなくてめちゃくちゃ短いんですよね。これを大幅に強化したいと思います。遠距離攻撃などにも使用している空間に生成するタイプの攻撃判定を使用していきます。攻撃判定の大きさはこの砂煙の大きさにだいたい収まるぐらいにしようと思います。結構広めですね。これでおそらく最強の切り返し技が完成したかなと思います。ただコストはめちゃくちゃ重いので、能動的に切り返したというよりは自動的に切り返させられた
ような印象になってしまうかもしれません。緊急脱出装置的なね、最後の砦として役割を持ってくれそうです。ただ攻撃してる側がこちらの地煙を読んでガードや回避で対応してきた場合は、さらに状況が悪化する可能性もあるかもしれませんね。まあそこまで読まれてたらどの行動をしても地獄を見ると思うんで、相手が1枚上手だったと諦めざるを得ないかもしれません。続いて進化その2、カゲロウ。こいつはね、今回登場したばかりの新技なんですが、いきなり進化させちゃいたいと思います。なんだかこう不思議な飴をたくさん使ってね、無理やり進化させる時みたいな罪悪感をちょっと感じちゃうんですが、最近はもう夜な夜なね、学校最強大会をマラソンしまくって、稼いで金でポケモンたちに薬を飲ませまくるという極悪非道な育成方法を乗り越えてきたので、もう僕の中に良心は残っていません。カゲロウの進化方針としては、攻めの切り返し技という位置づけにしたいと思います。切り返しを成功させた時のリターンが一番でかいっていう形ですね。先ほども言った通り、地煙と比べて無敵フレームはかなり短めです。というか無敵フレームと攻撃フレームまでの間にね、たくさん無防備なフレームが存在しているっていう感じですね。なのでタイミングをミスるとうまく切り返せなかったりします。この不器用さ、難しさはそのまま据え置いて、うまく切り返しを成功させた時のリターンを高めていきたいと思います。まずは単純に攻撃のダメージ量ですよね。少し増やして、次にモーションのキャンセルフレームを少し早めます。こうすることによって後続の攻撃がつながりやすくなりますね。カゲロウで切り返すことに成功した場合は、こっちの攻撃ターンが始まるような、そんな使用感を目指したいですね。はい。というわけでね、無事3つの個性的な切り返し技が揃ったかなと思います。攻めのカゲロウ、守りの地煙。いろんな意味で最短の万能型、旋風。この3つをうまく状況に合わせて使い分けることができれば、かなり勝率も上がってくるんじゃないかなと思います。そして最後になんですが、進化とは真逆のね、退化を遂げてしまったアクションが実はありまして、覚えている方もいるかもしれないんですが、壁ジャンプですね。背後に壁を背負ってる時限定で、ジャンプしてね、敵と自分の位置を入れ替えるっていう、攻撃判定はついてないんですけど、ピンチを脱するためのアクションとして機能していた技ですね。これ、動きもね、めちゃくちゃ見栄えが良かったんで、大好きだったんですけど、残念ながらね、消去させてもらいました。というのも、バグがね、壁ジャンプ関連のバグがめちゃくちゃ大量にあったので、体験版間近のこのタイミングで、ちょっとお前船降りろよという形を取らせてもらいました。いや、ほんと製品版ではね、絶対復活させたいアクションの一つではあるんですけど、ちょっとね、今回は諦めたいと思います。その代わりって言ったらあれなんですけどね、今回新技のカゲロウとかも追加したんで、プレイヤーの皆さんもうまく使いこなしてくれたら嬉しいです。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。